こんにちは、とうこです。ホリデーシーズンということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近パーティーして何食べのメニュー作ったんだけどめっちゃ美味しかったです。で、アズーがクリスマスツリーをレゴで作ってくれたのね、オリジナルで。結構完成度すごいから見てほしいという図です。オーナメントとかさ、すごくない？私ら夫婦はいつもお決まりの乾杯の方法があって、そのグラス上下をぶつけるっていうオリジナルの乾杯方法があって、肝立ちって感じなんですけど、それをやっていました。私は前の労働先が年末年始繁忙期だったから、久しぶりにアズーとクリスマスパーティーとかしたなという印象で、一緒に暮らすってすげえなと思いました本当労働人生の方はお疲れ様です。マジで本当いたわってほしい。今日がクリスマスイブなんだけどさ、アズーに何かしらプレゼントをあげようと思って都会に繰り出してはいたんだけど、見つけられずっていうか、私が今住んでる田舎と都会の情報量の差がえぐくて、人の多さに圧倒されて、まずその空気に慣れるところから始めなくちゃいけなくてうろうろしたけどちょっといいものが見つけられずなのと、あとさ、私が今しょうがない夢追い人なせいで、人の金で人が欲しいかどうかわかんないものをプレゼントするのむずいなと思って、とりあえずアズンの好きなお菓子をいっぱい買って詰めて枕元に置こうかな。これさ、さっきスーパーに行ってる途中で思い浮かんで、それを思いついた自分がめちゃくちゃ愛おしくなっちゃって、たまにはこうやって自分を褒めるのもいいでしょう。中身の見えない袋だとさ、開けた時に駄菓子かよってなりそうだから、本命な袋に入れていこうと思うわ。普通に明るい人生を送ってたらさ、こういうのって中学生でやるでしょ絶対。私こういうの通ってない、初めてやってる。私女子校だったからさ、あの時本当に女子校って最高だなって思ったのが、バレンタインの時って普段そんな話さないクラスメイトとかにもお菓子をもう配りまくるのね。それがすっごい楽しくて、本当にもうカーストとかもないような世界、みんなでお菓子を配り合うっていうのが本当に楽しかった。これね、吉祥寺にあるサブロっていう文房具雑貨屋さんのオリジナルのシールなんだけど、めっちゃ可愛くない？あ、手紙入れるの忘れてた。ポムポムプリンとお花にしようかな。こうやってプリンが持ってるみたいな感じどうかな。たまにイライラしてごめんなさいって書いとく。来年も素敵なクリスマスにしようねって書いとこう。気早。でもさ、どんなに喧嘩しても、例えば自分がすっごい辛い時に助けてくれたとかさ、そういう記憶が永遠に残り続けるから、もうその記憶だけで一緒にいられるっていうか、こんな感じにできたわ。問題はこれを枕元に置けたらいいんですけど、私が遅くまで起きて、寝る前に置けばいいかな。そうしようかな。いや、サンタさんってすげえな。開けた。よし、道のり長い。こういうのはね、集中力切れた時が一番危ないからね。ちょっと今日頑張ってカット終わらせたいから頑張るわ。ちょっとみんなに構ってあげられなくなるけどすまねえ。 YouTube の広告ってさ、絶対さ、私が手が離せない作業をしてる時に限って5分10分ある広告流すんだよね。汗だく。ちょっとマジで冷え性の人気切った方がいいわ。めっちゃ体温まるよ。でもやっぱり作業台安定してるから前回の時と違って全然楽だわ、作業がこんな税入ってますけど、私がただ運動不足なだけだから安心して。みんないい感じだね。新幹線みたい。思ったけど多分ね、この動画が年内最後の動画になる気がするから、その私の撮影の回数と編集の期間を考えたら多分これが最後の動画になる気がするから、キー全部切れましたっていうので終わりたい。気持ちよく年内終わりたい。これさ、メルカリでね、リンゴ箱買ったんだけど、リンゴ箱ってさ、重いもん運んできたから丈夫みたいな聞いてたけどさ、いやほんと丈夫だわこれ。びくともしない。一応この中にさ、米5キロ置いてんだけどさ、重りとしてそれ置く前も結構なんか安定してるなって感じがあって、リンゴ箱を神メルカリで取引してくれた農家さんありがとうございます
本カットできたんだけどさ、肩と腕がバキバキすぎてやばいので終了にするわ。この後私料理できんのかな。この動画が年内最後の動画になると思うから、軽くちょっと片付けしながら締めと1年の振り返りしようかな。あ、先端恐怖症めっといたらごめん。今ってやばい。今このタイミングでアズ帰ってきたら終わる。今年本当に割と今までの人生の中で一番悲しかった出来事があって、泣きすぎて床に涙の水たまりができて、それぐらい泣いたんだけど、消えてなくなりたいモードになっちゃうかもって一瞬心配になったんだけど、でもその時はもうすでに私の近くに私の話を聞いてくれる人とかそういう存在があったから、深くそこまでは落ちなかったなという感じで、その出来事があったおかげで絵のテーマが分かったし、私の女の子はイマジナリーフレンド的な存在だっていうことに気づけたから、悔しいけど経験してよかったなとは思いますね。それで今年は念願の YouTube も始められて、やっぱりそれが一番嬉しかったかな。今までの後悔の一つではあったから、それが叶えられてよかったなと思います。田舎に住んだら YouTube 始めようと思ってて、なんでかっていうと人と話す機会が減って落ち込んじゃうかなと思ったから、こうやって喋る機会を強制的に設けたいなと思って、辛いことがあっても発信してたら何か発見とか新たな出会いとかそういうのがあったかもなって思うから、だから結構自分のために始めたというか、自分のやりたいように動画を撮って喋って、自分のためだから、そんな再生回数とか全然伸びなくても気にせず続けるのが目的だなって思ってたんだけど、意外と見てもらえたりして感謝の気持ちって感じです。あと多分私と現実で会ったことある方も登録して、なんか感想をいただいたりしてありがてえなって思って、でも喋り方オタクすぎて無理。正直私こういう顔出しまでして一人でペチャクチャ喋って動画載せてみたいなのってバカにされるかなって思ってたんだけど、意外とあんまりそういうのはなくって、みんな優しいんだってびっくりしました。そうだからありがたい限りでした。来年もこのペースで、もっと更新できたらいいんだけどな。このペースで動画アップし続けていこうと思うわ。私の生存報告場所なので、更新が止まったら死んだと思ってください。怖っ。やっぱこうやって一人でもね、こうペラペラ喋るとね、体温も高まり気持ちがちょっと上がるので、元気ない人は一人でもいいので喋ったりしてみてね。先週からちょっとギコギコチャンネルだったけど、お付き合いいただきありがとうございました。じゃあ今年もありがとうございました。